これフットチャート、足の地図って書きます。フットチャートって言います。体でゆっくり入れていきます。要は指だけとか腕の圧でこうやってグーってやっていくと手が震えたりとかもするので、体重をみぞおちを今週もやっていきたいと思います。今週は足ですね、足の裏の部分の施術をやっていきたいと思います。さっきまでねこの足、ここの風やってたんですけど、しっかりね足のつま先まで足の裏までやっていくっていうのがこのセラピストオンラインアカデミーの授業になりますので、指先までしっかりやっていきます。はい、じゃあ教科書を見ていただいて11番が手根フリクションになります。手根フリクション、手根を使って足の裏をやっていきます。でその時にどういうふうにやるかというと、ナックリングからちょっとアップで見せていきますね。ナックリングできます。この辺で圧が抜けてくるんですけど、上まで来たらもうねスッてなんていうのかな、ちょっとこう速くなっちゃうかもしれない。こう入っていきます。これが手根フリクション。手根を使ってぐーっと手根使って指先まで抜けるっていう感じですね。それを交互に左右左右交互にやっていきます。でこの時の注目のポイントが2つあります。まず1つ目が土踏まずのこのへこみですよね。ここがやっぱり意識せずにまっすぐこうやってやろうとすると浮いちゃうんですよ。ここ浮いちゃうっていうのと、浮かなくても圧が入らないから、ここがねしっかり圧が入らなくてスカスカになっちゃうっていうのが一つなので、どうすればいいかというと、えぐるようにこう手根が、だから手がね自分にやってる時にこう丸まってきてるなと思うんですけど、それねこれねえぐってます。えぐってる。手根を押し付けてえぐってるんですよ。で抜けていく。で2つ目のポイント、1つ目が、土踏まずをしっかりやりたいので手でえぐるようにやっていく。そして2つ目のポイントは指先です。ここの指先まで完全に、指先ですね、ここの指先まで完全に抜け切るです。抜け切ってください。結構ね やりがちな人、こういう人いるんですよ。これね抜け切ってないんですよ。この指のとこでなんかこう抜け切ってないじゃなくて、これ受けると分かるんですけど、完全に抜け切る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 抜け切ってください。はい、これがすごく大事なポイントになります。抜け切らないと、これねスクールの生徒さん同士で一回見てみてください。スクールの生徒さん同士で一度受け合いっこして、自分のその施術を受けた時に抜け切ったのと抜け切らないのどういう風に感じるか、こういうポイントを施術の中で感じていくと、お客様がどう感じるかっていうのが分かります。際から際まで、際から際まで。もちろんね最初にオイル塗布してんで少しついてるんですけど、もしオイル足りなかったらこれね軽く、オイルを足してあげてもいいですよね。はい、抜け切ること、手根でえぐって抜け切る、これが2つポイントがあるので、覚えておいてください。はい、じゃあ体の使い方やっていきましょう。体の使い方はどういうふうにやっていくかというと、先ほどと同じです。両手フリクションでやった、僕は左手が弱い、右手は強い、左手はテクニック持ってる、右手はパワーがあるっていうね、僕お箸左なんですよ。それ関係ない。左手、利き手じゃない方がおそらく力が弱いので、そことみぞおちを連動させます。でその右手の力で体を起こすようにグーッと上げるイメージ。いきますよ。落とす上げる落とす上げる落とす上げる、こういう風にやっていきます。わかるかな。こういうイメージです。落とす上げる落とす上げる。ちょっとね慣れなかったらもう別に手の貸し方だけでもいいんですけど、やっぱり体が動いた方が綺麗だし、とてもスムーズになるので、意識的にやっぱ体ね動かせるようになってもらいたいので、ちょっと意識してみてください。でこれも抜け切る、そしてこうねえぐるようにやっていく、こういうポイントを忘れずにやってみてください。はい、でこれが、10番目手根フリクション。続いて扇形
フリクションですね。扇形、扇を描くようにこうやっていきます。両手フリクションにちょっと似てます。親指で両手フリクションするようなイメージです。かかとからですね。じゃあちょっとズームでやっていきますね。かかとから扇を描くように、ちょっと今ね体使ってです。手だけでいきますよ。手の動かし方だけで言うと、イメージは扇扇扇扇扇です。ワイパーだと思ってください。ワイパーともねいいんですけどね、ワイパーの動きですね。指先までやります。もう一回いきますね。ワイパー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 です。でこれもしっかり指先までやっていってください。はい。でここね注意してほしいのは、やっぱねこの足のね外側のラインというか、内側もそうなんですけど、この輪郭の部分というか、この辺ね端っこの方は滑りやすいんですよ。ワイパーやってやりすぎておーってならないように注意をしてください。でも際までやるっていうので、しっかりねコントロールして落ちないように、このなんだろうな、人差し指のこの根元で止めるようなイメージですよね。こういう感じで、これ今体使って少し体重を乗せてやっていってます。際から際まで、はい、これが扇形フリクションです。体の動かし方やっていきますね。体の動かし方は左右に行く時にも、これ手根フリクションと一緒ですね。左の時に体が行って右で戻ってくる、こういうイメージです。こんなイメージですね。どうでしょうか。はい、こうすることによってリズムが取れますよね。はい、こうやってやってワイパーをしていってみてください。はい、続いてラインフリクションです。続いてはラインフリクション、外側から指の先まで抜ける5本のラインをフリクション、母子を重ね母子、ラインフリクションでねやりましたよね。でここでなぜ小指側からやって、でなぜどこで弱めればいいのかっていうのを説明していきます。なぜ小指側からやるのか、なぜここで弱めるのか、ここの部位は弱くしてくださいというところもあるんですけど、なぜ弱めるかっていうのを説明していきます。まずですね、リフレクソロジーっていう概念をちょっと知っておいてもらいたいので、リフレクソロジーをお伝えしていきます。これは深くやらないです。もうここはねあくまでもアロマトリートメントの授業で、アロマセラピストの授業なんでリフレクソロジストではないので深くはやらないんですけど、リフレクソロジーの概念もちょっと知っといてもらいたいのでご説明します。はい、まずリフレクソロジーってどういうことかというと、リフレックスっていう反射っていうのと、オロジーっていう学問とか学とかというやつを合わせてリフレクソロジー、どういうことかというと反射学ですね。はい、反射学です。でどういうことかと言いますと、もともとこれ考えがゾーンセラピーに基づいて作られたものになります。もともとゾーンセラピーですね。これですね、アメリカのお医者さんが、実は病院の患者さんが痛みを緩和するためにベッドの針に足をねこう押し付けて、グイーって押し付けて、痛みを緩和してるのを見て、足の裏に何かあるのかなと思っていろいろ調べたら、ゾーンなんかこう体のゾーンがこう足に反射されてるんじゃないかっていうのを理論を出して、ゾーンセラピーっていうのを作りました。ですね、外側から体をね10分割、本当はね5分割 ×2 なんですけど、真ん中から1のゾーン、2のゾーン、3のゾーン、4のゾーン、5のゾーンっていう風に分けました。でそれが足裏も1のゾーンか、中心部分、親指のゾーンは1のゾーン、1のゾーンですね、2のゾーン、3のゾーン、4のゾーン、5のゾーンっていう形で分かれています。でそれぞれが体の外側、要は小指のラインっていうのは体の外側に反射されている。で親指からここのライン、ここの1のゾーンっていうのは体の中心部分、1のゾーンっていうのは2個ありますね。5のゾーンも2個あるんですけど、1のゾーン、体の真ん中の部分が1のゾーンっていう形の、反射されてるっていう。で頭の方が上、腰とか下に来るにつれてかかとになっていくっていうので、ここにね体のね縮図があるんですよ。これフットチャート、よくねリフレクソロジーのやつあると見たことあると思うんですよ。ここはこうなってます、ここはなんとかに反射してますっていうのはあると思うんですけど、これフットチャート、足の地図って書きます。フットチャートって言います。はい。で
ちょっとねフットチャートなんかはね自分たちでこう調べるといっぱい出てくるので、ぜひですね見ていただいている方たちでお調べいただいて、どこにどういう反射があるかっていうのを頭にちょっと入れてみてください。ゾーンセラピーの考え方があると、これ外側これ内側ってやると大体体の臓器どこにあるかっていうのは大体頭で分かりやすくなるので、ポイントとなるのは全部覚えても使えないし覚えきれないし大変なので、ピンポイントで覚えましょう。でピンポイントで覚えるポイントとして、よくお客様に言われるとか、自分のカウンセリングシートに肩こりとか、例えば便秘とか、あとはむくみとかで書いてる症状の部分を覚えていきましょう。例えばむくみだったら腎臓から尿管膀胱っていうところを覚えて、そこをしっかりやってあげるだとか、あとは肩こりなんかはね多いですよね。肩こりだったらこの肩の反射区を覚えていくとか、ちょっとね細かくなって話したらめちゃくちゃ長くもう一つ授業できちゃうので、僕ねビューティーガレージでもこれをお伝えしているので、プログラム3時終わったらステップアップでねリフレクソロジーなんかもお伝えしようとは思うんですが、こういった足の裏の反射区があるよと、これを覚えておくとすごく使えるので、どういうふうに使うかというと、ただリフレクソロジーを教えるだけじゃね現場じゃ使えないってなるんですけど、これね使い方があるんですよ。それはですね、僕ね右足でやります。これ左足はねちょっとお客様と会話せずに技を堪能してもらうので、ちょっとね左足では使わないですけど、右足反対側の足行った時に少しコリコリっていう気になる部分を見つけます。親指の腹でね意識をね指に当てて、なんかゴリゴリしてるなっていうと、こうやってねラインフリクション、だから今からやるラインフリクションで探していくんですよ。ここゴリってるなって。で英国式リフレでゴリゴリっていうのをクリスタルと言います。クリスタルで、そこにやっぱりこう不調があるんじゃないかっていうので、膨大な研究データとカルテを作ってねそういうの調べたんですよ。イギリスで看護師さんがどんどん発展させて、こう実証的な実験とか、研究をして科学的にも捉えてね出たんですけど、このルネ・ターナーさんっていう人がこのどんどんね発展させました、イギリスで。っていうような反射区をしっかり知っていくと、その相手の不調箇所をしっかりラインフリクションでこう探していくようなイメージですよね。ここ胃の反射区、結構ねこれポイントで、胃の反射区みんな大体ゴリッとしてたりとか疲れ溜まってるなっていうのが分かります。大体胃っていうのはすごく弱い臓器です。食べ過ぎや飲み過ぎだとか、あとは夏バテとかでもやばいし、食べ過ぎとかね年末年始の食べ過ぎとかにもなりやすいし、ストレスにも弱いんですよね。なので十中八九この胃の反射区っていうのは皆さん疲れてたりします。疲れてない方もいますけどね。なんですけど、大体こう疲れやすいところをしっかり知っておくっていうのもプロのセラピストとしてとても大事なところになりますので、必ず胃の反射区の位置覚えて、その胃の反射区を「てい!」ってやってこう「てい!」痛くするわけじゃないですよ。ちゃんとしっかりやってゴリゴリってなってるなって言ったら、ここでねどう生かすかっていうのはお声掛けするんですよ。ここ少し痛いですか、大丈夫ですかってね、痛み大丈夫ですかとか、もしかしたら胃少し疲れてますかっていうようなお声掛けします。そうすると結構な確率で確かに最近寝る前にご飯食べてますとか、胃が疲れてます、確かに食べ過ぎてますとか、でもそうかもしれませんっていうような答えが返ってくるんですよ。結構ね痛くなりやすい部位でもあるし、ちょっとこう疲れやすい部位でもあるので、その胃の反射区をしっかりこうやって一つ声かけのねきっかけになります。でその声かけをして、そしたらねなんで当たったらね、これ言い当てって言うんですけど、セラピストさんがお客様のその足を触って体の状態とか、そういったのを言い当てられるとお客さんってハッとするんですよね。すごい、この人足裏触っただけで私の体の状態言い当てたっていう風になって、結構ね信頼関係築きやすくなるんですよ。この人すごいなって思ってもらいやすいです。だから、結構胃が疲れてる場合でこうやってやって